はい。キネマ51のオーナー、須田51です。キネマ51支配人の関根でございます。夜はバープラス曇りという飲み屋をやっております。よろしくお願いいたします。さあ、今日は、はい。ゲストを迎えてます。初めての監督直々のゲストでございます。お越しいただきました。はい。水崎監督です。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。忍者バットマン VS ヤクザリーグ監督の、京都監督ですね。水崎純平です。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。あと、高木真治監督。はい。二人でやってるので。今回そうなんですね。そうなんですよね。はい。まあでも前作でも、演出の、本当にチーフ的なポジションで、すごいもう大好きなんで。そうなんですね。一緒にやりたいなと。はい。なるほど。多分水崎さんの暴走を止める役割なんじゃないか。まあそんな話を今日できればいいですそうですね。はい。ところで、水崎さん、ニース帰り。パリですね。パリ帰りなんですね。はい。どうでした？パリはね、本当にいろいろと年始から体調をこう崩しながらの中で、合間でギリ健康になった瞬間にこう、ってきたんですけれど、それが流行ってますか？それがですね、ヤクザリーグに本当に結構何年か取り組んでたんですけど、多分全部自分がもうぶっ込んじゃったんだと思うんですよね。で、11月の末に完成して、完成した途端なんか全て免疫力がこう、一気に。でもそれまではだから健康でいようってことで多分免疫が頑張ってたんです。踏ん張ってたんですね。休ませると。免疫が長期休暇に入っちゃって、インフル A、B 両方、クラッターと、両方、コロナで。全部行きましたね。全部行きましたね。フルコース。もうすべての病を暗いし者みたいな。かっこよく言われてた。ゴッサムシティにヤクザ豪雨警報が発令されました。今なんて言った？ヤクザ豪雨と出動だ。どうした手こずってるな。あれは日本列島がゴッサムの上に。グリーンランタン？逃がさないよ。死んでもらおうか。またんかくら。いくつものもしもを重ね合わせて新しい世界ができる。ヤクザという暴力組織が統治するこの国は一大暗殺者国家だ。任教徒。弱きを助け、強きをくじく。それが真の任教の道。叶わない願いは刃に隠して一人歩くの。なんだ。ジャスティスリーグならぬヤクザリーグが再び世界の調和をもたらすというわけだ。お前さんは変わっちまったね。覚えておけ。友が敵に回った時が一番恐ろしいということを。次はお前だ。では早速、前作が忍者バットマン。そうですね。もう本当に単純に忍者バットマン。サブ隊もなく。で今回がバーサスヤクザリーグ。前後関係気にする方もいるので、全然前作見なくとも、いけるやつなので、まあサブ隊にしようと。そういうことで、対ヤクザリーグっていうのをちょっとつけさせていただいて。今回ももう、好き放題やってる。前以上にやったかもしれないですね。そう、やっぱ前作で、どんだけ振ったら、お客さんって離脱するんだろうっていう。加減を。離脱する。やっぱ結構離脱されてました。そうですか。ロッテントマトとかで。やっぱめっちゃいいかめっちゃ悪いかと、すごい賛否分かれてて。でもここまでやったら離脱するんだが、把握できた今はもうタッチ悪いんですよ。加減が分かっちゃったゆえの、やりたい放題なのかもしれない。でも、お客さんを落とさない加減でやってますので。脚本ありきなのか、監督のイメージをまず中島さんに伝えたのか、だんだん相乗効果でどんどん広がっていったのか、その辺がすごく気になってる。脚本の大筋は本当に忠実に。映像でできることもね、足し引きはいろいろありますけれど、やっぱ前作の見ると、やっぱ中島さんの本って、本当に計算づくで、本当に全ての仕込みとか、前振りがあって、ここで面白くなってるがあるから、これ、あんまり崩しちゃいけないなと思ったので、だるま落としみたいな、ずれすぎるとやっぱ崩れるんですけど、ここまでずらしても、まだ保ってられるぐらいの、重心が。軸が。
重心をしっかり取ろうっていうのが今回。でも思ったのが、前作の忍者バットマンって多分コロナ前ですよね。そうですね。ですよね。はい。コロナが一回挟んだ中なので、まあこれ全世界的に言われてるんですけども、世界中の人たちがアニメを見る機会が増えて、アニメでの表現の幅っていうものを多分その受け入れる土壌が出来上がったので、結構確かに日本語吹き替えのまま字幕で見るっていう、結構海外の人、そう言われる方多いですね。慣れたんですね。日本のアニメは日本語で見たい。はいはいはい。意外と吹き替えしないとこね、結構聞きますね。今回それで言うと、一人スーパーマン役の声優さんが、スーパーマン役の人だけちょっと声色が違って、でも上手だなと思ったら、で最後調べたら上川。そう、上川隆さん。高橋さん。はい。そうなんですよね。やっぱ声優さんの、演技の方向性とか声の張り方とは、ちょっと少し属性が違ってて。違いますね。はい。少しいい意味で浮き立つんですよね。そして、今、須田さんおっしゃったようにうまい。はい。収録の現場でも、ちょっと悩み葛藤というか、取り組み方も、なんかすごく、ストイックというか、もう一回やらせてもらえませんかとかね。みたいな感じで。実は、本当に頭から順取りしていって、後半どんどん鋼のクラークになっていくんですよね。で、すっごい後半良くなった時に、岩波音響監督が、この感じでもう一回やりましょうか。すごい。もう一周じゃないですけど、ちょっとエンジンかかる前の部分をもう一回ちょっと前半もう一回取り直したんじゃないかな。でも多分上川さんもそうしたいっていう感じもあって、でお芝居になってます。岩波さんっていう音響監督、この方がいらっしゃると出番がないんですよ。もう全てコントロール。今の演技ちょっと間合いが良くないなとか思ってメモっといても、まず岩波さんからのオーダーを全部聞くともう終わってるんですよ。自分が思ったとこは岩波さんも思ってんだな。それはいいですね。なんかありますって言ったら、岩波さんが全部言っちゃったんで。ナイス。ちょっと覚えておきます。僕もアニメをもしやることになったら。ずっと妄想のね、妄想でアニメ活動です。そうそう、なかなかできないんですけど。いや、でも、須田さんはね、バットマンお好きだっていうのは、もちろん前々から存じていた中でのヤクザリーグって時に、なんか関われないのかなっていう思いがあったんですよ。本当ですか。でも、須田さんがどう入ってくるのがいいのかなそうですね。DC キャラクターとか強そうなんで。そうですね。最近マーベルばっかなんですけど、ちゃんとバットマンも。そうですよね。抑えないといけないなと思ってます。そうそう、お二人はどのぐらいの長いお付き合い？そうですよ。神風動画さんとネクラソッパーの関係性。もう、かれこれ。月決め乱行ですか？最初の仕事。ですよね。あれが最初ですもんね。10年以上。になりますね。なるかも。なります、なります。はい。ショートピースのゲーム版。ゲーム版ですね。月決め乱行の。はい。面白かったですね。面白かったです。あの時点で、ムービーごとに同じ世界だし、同じ月決め乱行の話なんだけど、作家もディレクターも違うので、そうです。全然別の絵がどんどん出てきても、はいはいはい。でもなんか菅さんはオッケーなキャラだじゃないですか。そうですね。もう強引につなげます。僕はそういうのやりたくって、あれが忍者バットマンの元ですよね。そうか、そうですよ。ありがとうございます。そうですね。あれを許してくださるディレクターさんって、やっぱ出会ってなかったんですけど、僕は映像の価値観として、あれでも愛なんじゃないかとずっと思ってた。ところで、初めて試して、その時思ったのは、やっぱ、それがあり得るのは、脚本がもっと強い場合。で、須田さんのシナリオ強いんですよね。本当に。そうなんですよね。惚れるんですけど。で、中島和樹さんも強いし。本が強い場合のみ、あれが許されるので。確かあの時のキャラクターが、小崎ゆきさんです。小崎さんです。はい。お元気されてるんですかね。売れっ子すぎちゃって。そうですよね。そうなんですよね。しかも小崎さんもこの間ガンダムデビューしたんですよ。そうなんですか？戦場のレクイエムあるじゃないですか。あのキャラデザー小崎さんなんですよ。そうなんですね。そうなんですよ。周りがどんどんガンダムデビューして、そのうち、三崎さんもね、ガンダムデビューに近いじゃないですか。サンライズのお仕事されてる。そこはね、このコンビで
ガンダム。ガンダム。このコミでガンダム。ガンダムね。部屋に絶対ガンダムありますね。ありますあります。はい。須田さんがね、めっちゃ僕と同じもの持ってるの知ってます？そうそうそう。そうなんです。プレ版でなんかすごい待ち構えてるタイプの人なんで、カレンダーにプレ版の予約時間とかも押さえてあります。マジっすか？ちゃんと入れてるんですね。うわーさすが。4時、大体4時。 4時ですよ。もう最近買えないじゃないですか。えもう連打ですよ。レンダーですね。2デバイスとか。それじゃないとね。話戻して。話戻したら、もう G コアックスは。あ、やばい。最高以外が見つからない。見つからないですよね。もう安野さんがやってんな、みたいな。もう同じようにね、いろいろ暴れまくってる店なんですけど。まあ確かにそうかもしれないですね。はいうん。バットマンって IP でね、はいやってんな、みたいな。ねそうですね。堀江光子さん。あ、ね、はい。君は見た悪を切り裂く翼そうさ闇をまとい素顔隠し正義のためにいやー、やらかしたなと思って。もういい。あんな楽しそうで贅沢な。贅沢な、贅沢っていうのもいいんですよ。オープンでしたね。ね、本当主題歌もそうです。ね、ね、ボルテス5。本当ですね。ちょうどタイミングもね。そうそうですね。バッドフェニックスでみんな出撃していくっていう、シナリオだったんですけど、そろそろバカみたいなことやりたいなと。割と真面目に来たんで。はい、尺的にそうですね。あれ、今回ふざけてないぞと思って。そろそろふざけようみたいな。超レトロアニメ。急に映画が変わりますからね。あ、でも80年代ロボットアニメオープニングですよね。そうですね、完全にそうですね。はい。となったら歌唱は、みたいなね。プロデューサーの里見さんもしくは、脚本の中島和樹さんかな。やっぱ堀江光子でしょってなった時に、みんながそれだと。で、やっぱボルテスで、特にボルテスってフィリピンとかアジア圏とかでめちゃくちゃバズってるから。だから向こうで実写化したんですよね。そうですね。なので、もうこれもフィリピンでも当たってほしいっていう思いがあって、なのでちょっと、あちらに向けてのプロモーションとしては堀江光子をこう押していきたい。ですけど、届くかどうかですよね。でもなんか、急にふざけて、お客さんを置いてきぼりにして、次行っちゃうと、これ前作の反省が生かされてないなって思ったので、一応アルフレッドがいかがでしたかつって。乗り方のビデオ。はい。乗り方のビデオにしなきゃおかしい話で。そう、確かに。でも面白かったですね。面白かったですね。でも、ああすることでアルフレッドっていう爪痕があそこに残せたのが良かったなと思って。そうですね。あの人の。やっぱ最初のバッドケイブにしかいないキャラクターになっちゃうので。歌で言うとね、やっぱパクロミさんの歌も。人気映画といえば、やっぱ演歌。やっぱ決意を決めて戦いに行くときは演歌が流れるみたいなね。もともとやっぱ作品に演歌を入れたいのは昔からあったんですけど、そうなんですね。ここだなと思って。中島さんがダイアナはパクロミさんなんです。そうなんですね。結構キャスティング中島さんがやっちゃってる部分あります。そうなんですね。フラッシュの檜山さんとかも。そうですね。同じ手を二度も食らうか。そう、檜山さんがね、やっぱり必殺技を叫んでほしいなと思いながら。ガオガメがあるのか。主人公の。叫ぶといえば、叫ぶといえば。マイトガインともそうです。マイトガインとも。必殺技を叫ばせたら日本一。勇者という。そうなん、勇者といえばそうなんですね。はあ、ちゃんと抑えてるんですね、すごい。ありえねえ。速さで俺が負けるわけがねえ。勇者がもう本当にチンピラみたいな。今はね。すみません、今回なんでヤクザモチーフでいこうっていう流れになったんですか。じゃあ次はバットマンは誰と敵対するのかってところで、いろいろちょっとやっぱ DC さんとの話の中で、ちょっとそれ別企画と被ってるとか、いろいろと、なんかいろいろ持ってって、ちょっとダメ食らったりして、紆余曲折あったんですけど、中島さんが忍者の次はヤクザだって。全然根拠な岡崎さんも、おとかね。って言いながらも岡崎さんはやっぱ思いつっちゃったんで、つってね。すぐ書いてきて。ドゥームズ・デイオっていう。ドゥームズ・デイオ。はい。今回、1カットだけ出てきてるんですけど。仁義なき演出の日付出てきた。日付ありました。あの時殺されてるのが、ドゥームズ・デイオです。あのデザインが真っ先に上がってきて。岡崎さんは結構先に絵を描いちゃうんですよ。話出てくる前にもういても立ってもいられないみたいな感じで描いちゃうと中島さんがそれに影響されて
本が進むみたいな。いいですね、その回転の仕方が。そうですね。うん、本当にうわ理想だな。そういうチームにはいはいはいなってますね。ほで、なんか、ヤクザが降ってくると。うそういう、むちゃくちゃ、ヤクザ注意報でしたっけヤクザ竜巻、ヤクザ注意報。そうそう。ヤクザ警報。ヤクザ警報警報ですね。でもそれもなんか、サメが降ってくる映画があるんだから、あねヤクザが降ってもそんなに驚かないとか言って。まあ、実際正直、ヤクザが降ってくるっていうことで、もはや驚かなくなってる体にはなってはいますよね。前作があるから。そうですね。確かにはいオープニング、早すぎましたよね。ヤクザ降ってくる。までそう、出落ちもう、ちょっとだけ、心持ちもう降っちゃったけど、あと何すればいいんだろうって。最初のつかみまで時間かけちゃうと、もうみんなこう乗ってこなくなっちゃうんで。あうん。早々にパンって掴んじゃえっていう。はいはいはい。ええ。最近の日本の歌謡曲もイントロがないじゃないですか。そうなんですよ。すぐボーカル入るみたいな。サビ頭で入る。そうだ、入る。待てなくなっちゃったの、こんな。そんな感じなんでしょうね。はい。セリフの量自体はスピーディーですけど、やっぱり通常よりもちょっと多めだったりする。そういうわけでもない。でもやっぱ、今回は、これ書いてあること全部入れた方がいいなと思ったら、結構な文字数で、状況の説明のセリフが、割と、こう、多めなんだなと思ったんですけど、まあ大体、もう一回見返していただくと分かると思うんですけど、説明してる時に変な映像になってます。ああ、なるほど。そうです。はいはいはい。はい。仕掛け本のところ、そうですね。あそこやばかったっす飛び出す絵本それこそ説明のとこですよね。ナレーションベースで。はいはいはいあれ実際、スター・ウォーズの、飛び出す絵本、めっちゃ分厚いのがあって、本当にバリバリバリって開けると、なんかもういろんなキャラが立ち上がってきて、横がビーンって出てきて、で、ここレバーを動かすと、なんかが、懐かしい。はいはい、ありましたね。ダース・ベイダーがこうなるとか、なんかもうあれがめちゃくちゃ面白くて、スタッフにあれを渡して、はいはいはい。こんな、各、ヤクザリーグメンバーの出自の説明のシーンを、これでやりたいんですよってね。それじゃ監督がスタッフにこういうのでやってよってオーダーした時にスタッフの皆さんどういうリアクションでしたその時は。なんかもうみんな僕のそういうなんかちょっと何言ってんだこの人みたいなのに慣れてて、もうリアクションは全然、はいっつって。はいっつって。その後何があるかわからないけど、とりあえず、はいはそうですね。はい。これをやればいいですね。つってもう誰もなぜこれになるのかとか聞かなくなってきたので、だいぶいい現場です。いい感じでそうですね。須田さんも同じ思いされてるんじゃないですか。若い子は、わからないらしいんですけど、もう聞かないですよね。でも後で誰かに聞いてるかもしれませんけど。そうですね。はい。ベテランスタッフは、もうはいはいって感じです。そうですね。これもだから月決めらんこのはちゃめちゃが、全然いけたなっていうステップからの、その後僕ポプテピビックなんですよ。そう、ポプテがありましたね。あれの、あの時あれがいけたんならポプテピビックいけるぞと思って、重心さえ崩れなければ、みんな飛び出してもいいっていうね。下地があってのバットマンなんで、神風動画イコール、ああいう感じっていうのは、なんだか、確立された感じが許されるスタジオになってきたんで、今、堂々とやりますね。しかもバットマンの冠で。そうですよね。堂々と。すごいな。いろんなもん詰まってるっていう考えでいいんですか映画は。今回の作品で。社内のスタッフの顔ぶれ見たときに、賞賛がある表現にしてます。はいはいはい。これがやりたいだけではなくて、このシーンはこのチーム、この人にっていう。この子がいたらこれができるから。オープニングとかもめちゃくちゃおしゃれだったじゃないですか。ヤクザリーグのオープニング。あれは007を。スカイフォールとか。なんか切ない歌唱の中にこう、グラフィックが出てくるをすごいやりたくて。デッドプールでちょっと格好つけたところが出てくるみたいな感じ。そう感じですね。なんかそこにね、こう、フォークを入れていくっていうか。性格悪いんかなそれ言ったら須田さんのもう発想になっちゃう。いやもう、有名な神風動画の、訓示があるんですよ。妥協は死という。妥協は死。もうまさに、10周年でしたっけ湯飲みをいただいて、今もうそうですね。持ってますけど。そっか。妥協は死が怖いな。10周年か。今もう22周年とか。ですか。そっか。そんな前に。ですかね。僕フリーダムのオープニング大好きでしたよ。もうあれは20年前ですね。2004年。5年。めっちゃ好き。僕、神風動画さんって後から知ったんですけど、もちろん、あの時は。立ち上げの頃に近いんですね。そうですね。立ち上げてまだ2年とかじゃないですかね。ナンバー5とかやって、で、一緒に立ち上げた森田くんが、ちょっと独立して、
はいで、フリーダムの監督になったんですよ。はいはいはい。で、森田くんから、ちょっと三崎さんオープニングちょっとやってほしいんですよって言われて、結構仮面ライダーとかの撮影でも使われる、俳優園地だったり、はいはいはいパルプ工場、爆破された建物いっぱいあるんですよね。あちこちの作品で。そうですよね。宇多田ヒカルさんの楽曲で。そうなんですね。はいもともとカップヌードルの。あ、そうそうでね。ですすねはい。大友さん。うん。日本のアニメスタジオがよく海外の IP のスピンオフ的な短編作ることって結構まあ数年前からあるじゃないですか。そうですね。でもメインどころといいますか、こう長尺をやるのって実はあんまりないんじゃないかなと思って。確かにそうですね。ですよね。うんしかも映画作品として、うん。これ結構すごいことなんだよなっていうのがやっぱりいつも思うんですよね。だからこういったこっちに来るきっかけになったのは、すごく光栄だなと。ですね。流れを作りましたし、すごいことですよね。うん。なんか前作すごい配信とかの数字の伸びがめちゃくちゃ良かったですって。ほ感じでー。あ、へえ。国内の興行は全然ダメでしたけど。なんか、こっちじゃないんだな。まあでも、これからね、実際配信されていそうって、ですよね。さあ、ドキドキしますよね。ですね。今回の作品で特に見てほしいっていうか特に見どころっていうかどういうところがありますか？はい。ここ見てほしいは、まあ、本当に本とかドラマの本当運びは中島和樹さんのものを信頼して、うんそこに完全に乗っかりに行ったんですけれど、我々の知ってる現代の日本のようなパラレルですけど、やってきてって時に、地元感ってすごい大事なんだあって。あ。はいはい。最初はやっぱり吉祥寺に降り立つんですよね。ほー、そうでした、そうでした。井の頭公園。伊勢山そう伊勢山って。そうそうそう。特にね、空中戦でね、ヨドバシカメラの看板めちゃくちゃ舐めるんですよ。僕はヨドバシカメラ大好きだ。ヨドバシがですね。はい。推しで。推し家電屋。おー。本当だ、すごい舐めました、今。なんかこう、スポンサー料もらったのかなってぐらい。本当ですね。ああ、新宿バトルですね、これは。ああ、そうですね。やっぱ僕、新宿区民なので、車で運転しながら高校を走らせると。おー設計をとって。まさに地元感。あで、花園神社からの、あ。はいはいはい。ゴールデン街、あ、本当だ、ピカでちゃんと。区役所前からのピカデリー。本当はここに、ああ、はいはいはい。それちょっと、ピカデリーかな。パロディーとして、なんか、ね、ヨドバシカメラをちょっともじって別なものとか、うん。なんか好きじゃなくて、そのまま出したいので、ほー全部ワーナーさんに交渉にあ、すごい。そうなん許可取っですね。てそうなんですね。ね、地元か。ああ、地元感大事ですね。海外の方もぜひ来て、そうですね。そうですよね。ここで戦って、ここヨドバシカメラかっていうのもあれですけども、なんか聖地巡礼しやすいようにして。ということで、今日は監督どうもありがとうございます。ありがとうございましたありがとうございます。楽しかったです。何か告知などあったら、ぜひ最後に。そうですね。はい。本当に今日これが配信されている3月21日から配信が始まっていって、多分皆さん見れる状態になっている方も多いのかなと思うんですけれど、ここから後の、いろいろなイベントことまだありまして、まず3月30日日曜日に、新宿ロフトプラスワンで、トークイベントを、このメインスタッフが集まるんですけれど、非公式イベント。非公式なんですね。配信できないようなことを言おうかな。すごい。完全に公式なんですねだし、かなりレアですね。はい。それの後は、なんとですね、これ、一度だけ劇場公開が可能となりまして、はい。4月の5日土曜日に、新宿ピカデリーにて、反響良ければ大きいスクリーンになると信じたい。ああ、いいですね。あと、そうですね、映画本体というよりも、ちょっとコラボ企画としては、配信の3月21日から、新宿のプリンスホテルに、忍者バットマン VS ヤクザリーグのコラボルームが。コラボルームはい。あ、それはお部屋がお部屋がね、ヤクザリリーグに貸すんですね。ヤクザリーグの部屋ってなかなか新宿にあるのレアですね。本当ですね。そこでしか持ち帰れないものとかも。あ、グッズがついてくるんですね。いろんな。グッズ付きでしたディズニーのなんかホテルといっぱいもらえるんですああ、あんな感じなんですね。あんな感じで行ったことないですけど。はい3月21日から前作も同じ。見れますね。はい。2本立てですよ。いや、東映っぽくていいじゃん。この2本、濃いっすね。おすすめしない。ちょっと時間空けた方がいいかもしれないです。はい。機嫌がいい時。というわけで本日は以上になってしまうんですけれども、次回は
またね、はい今度大丈夫ですジークアックスのカット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 です。ありがとうございます。ありがとうございます。語るテレビシリーズが始まったら始まったらそうなんですよぜひねスタジオからの人連れてくればいいですいや、絶対、原さん本人たちがね、聞けないでしょ。聞けないですからね、そうですね。はい本日は、忍者バットマン VS ヤクザリーグの監督、水崎純平監督に来ていただきました。ありがとうございました。それでは次回の作品でお会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。